はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月後半のタロットリーディングと、星の補足説明させていただきます。よろしくお願いします。前回ぐらいに3月のエネルギー解説という動画をアップしていますので、もしまだご覧になってない方は今この辺に出ているマークから、ご覧いただけますので、よかったらご覧ください。やっぱり全体的にどういう今宇宙の流れがあるかっていうのを知っておくと活かしやすいですからね。でその上でそれをどのように水亀座さんは活かせるのかなっていうことを、タロットでも見ているわけですけども、なんか大元のエネルギー知っててほしいなっていう感じがするんです。はい、では早速いきます。3月後半ですね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ8、はい、マジシャン、ワンド3です。そしてペンタクス7、デビル逆、ジャスティス、ソード9逆、はい、気をつけることや対策が運命の輪の逆とカップ9とオラクルがペンタクスの8です。なるほど。はい、ちょっとね星の話もさせてくださいね。3月14日は月食です。でこの月食っていうのは、満月の強いバージョンというふうに思ってもらってもいいんですけれども、満月とか月食っていうのは非常に私たちも 60% 以上が水なので、そこに反応していろんな感情的なものを感じたり体調の変化っていうものを感じやすいっていうふうに言われてるんですね。で見えないエネルギーなんですけど、やっぱり日食とか月食が起こる時って私たちエネルギーすごい実は翻弄されているというか感じやすい時なので、もし体調がなんだかいつもとおかしいんだとか、精神的にも落ち着かないなっていう方がいらっしゃったとしても、自然なことだよっていうことを覚えておいてください。で特に3月14日あたりに感じるこの自分へのプレッシャーとか制限とか逃れたい感覚とかっていうものがもしある方は、それとてもいいヒントで、それがあるからこそ、じゃあ3月29日の日食の時に何を決断していきますかっていうことで、ちょっとプレッシャーっていうか圧力かかることによってどちらかに押し出されるみたいな方向性が出てくるっていう、そんな感じがするんですね。でカードで見てもやっぱり新しく始まる流れもあれば、何かを手放していくっていう流れもあれば、めちゃくちゃ喜んでるっていう流れもあったりするので、今起きてることは全て必要で起こってるんだっていう感覚で受け止めてみてください。でその上で、特にね3月15日からっていうのは水星というビジネスとかコミュニケーションとか、こういったシステムだったりとか交通機関っていうものが変更になりやすい、乱れやすいというふうに言われているので、ご自身ができることとして言えば、自分の考えをしっかりとまとめておくとか、スケジュールも変更できるように調整しておくとか、誤解のないように確認を必ずするとかっていうふうにしてみてください。そしてもう一つね、金星というものも今ちょうど逆行してまして、その金星というのは社交性だったりね、華やかさだったり美しさだったりお金のことだったり、自分の価値っていうものもさっきの水星と一緒に逆行しているので、考え方が、特に水亀座の皆さんっていうのはすごく頭のいい方も多いと思うんですけど、考えていることが行ったり来たりしやすいんじゃないかなって感じがするんです。やっぱりあっちの方がいいんじゃないかな、やっぱりこっちがいいんじゃないかなと思ったり、自分では折り合いつけてこうしようって思ったことに対してもう一回練り直したくなったりっていうような思考とかアイデアとか、そういったものが非常にアンバランスに混在してるみたいな感じがちょっとするので、いろんな案が出てきてもいいと思うんです、この時期ね。だけれども早とちりして何かを決めてしまうというよりは、じっくりと時間をかけて精査するっていう風にされるといいんじゃないかなと思います。でそしてですね、3月20日っていうのが春分の日ですね。で3月20日の春分の日っていうのは、占星術的に言うと春分から新しい1年が始まるっていう見方もあるぐらいなので、とてもいい切り替えの時なんですね。で水亀座の皆さんにとっては3月20日以降っていうのは、コミュニケーションとか自分がもうちょっと動きたくなるとか、フットワーク軽くなるとか、動きが出てくるんですよね。温めていたものに対しての動きが出てくる。でそれは動かしたいんだなって感じはすごくあります。ちょっとこの星の流れはね、そういう感じなんだなっていうのが分かった上でのカードなんですけど、
いかがでしょうかね。だから体調とかいかがですか？何かこういう時って本当に満月月食とか新月日食の時っていうのは本当に体調がなんだかわからないけどだるいとか眠いとかなんかよくわからない体調になる方も多いんですけど、そういった感じでちょっと体の方が反応していたっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そしてここでやっぱり入り口カップの8が出てるっていうのは感覚が変わってきた。前はこれにこだわっていたけれども、もう今はそれにはこだわりません。私はこっちの方がいいんですっていうような真実の自分に沿った願いや感覚、感情っていうものをそれだけを求めようというような動きになってきたかもしれません。でそこに至るまでになんかいろんなその感情的な解放だったりとか肉体的な調整っていうものが行われていたんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんそれは何のためにって言ったら調整して進んでいくためっていう感じがするんですね。でも今ここでペンタクスの7が出てるっていうのはもっと生産的になりたいのにとかもっと自分の願っていることを現実化させたいんだけど思うように動けないっていうようなジレンマがあるのかもしれませんね。でもこのね、空気見えないですけどエネルギー的にこんだけこう動いてる時になかなか難しいと思いますよ。例えば風がビュンビュン吹いて飛ばされそうっていう時にね、例えば嵐とか台風とか来てる時にまっすぐ歩けますかって歩きにくいじゃないですか。それと同じような感じなんです。ですからこうなんとなく自分の価値とか感覚っていうものが根底から変わろうとしているこの今、水亀座さんにとってじゃあ本当に自分の根底の価値っていう自分に対しての価値観や自分に対しての評価っていうものが変われば現実っていうのはすごく変わりやすいですけども、そこを今埋めようというかバージョンアップさせようとしている時に現実世界にどれだけ生産的なことができてるかとかどれだけうまくいってるかってなかなかこうどっちもうまくいかせますっていうのは難しいですよね。なので今起きてるのは本質的な自分の感覚や自分に対しての自己評価やそういったものっていうものがあらゆる出来事を通してバージョンアップしようとしてるんだよっていうことだけ覚えておいてください。でその上で動き出すんだよってなんか流れ出すんだよっていうタイミングなわけです。ですからなんかやっぱりカードも言われてるように今よりもスピードアップさせるっていうのはなんかちょっと違うって感じがするんですよね。植物って分かりやすいと思うんですけどどれだけ早く花を咲かせようとしたってどれだけ早く根を生やそうとしたってやっぱりその植物に合った時間っていうものがあり外側の空気感気候っていうものがあり栄養があり育っていくように本質的に持ってる自分の素材っていうものはそんなにせかして急いで生かしていかなくてもいいよみたいなメッセージをちょっと今受けています。でそしてそうだなーってなんかこうご自身でも感じるのか余計なこうコンプレックスとか余計なプレッシャーっていうものを外していくって感じで出てるんですね。これは今まで自分にまとわりついていた思考や想念みたいなものとかこうあるべきなんだって思っていたことをやっと外していけるんだなって感じで出ています。でそれによって非常にバランスが取れますね。これはマインドと体のバランスもそうですし体のなんか自律神経のバランスかもしれないし誰かとの関係性においてもバランスがすごく取れるっていうふうに出ています。ただその後にまたねなんだかこう余計な心配事を自分で生み出したくなったり別に心配しなくていいことなんだけど何かを心配したくなる心配事を持っていたいみたいな感じかもしれませんね。安心っていうよりも何かを心配していたいんだって感じかもしれません。これはでも何て言うのかなやっぱり3月末ってまだまだ動いてる時なのでなかなかこうまっすぐ立つとかっていうのは難しいかもしれないけどそういう風に揺れ動いてるんだなって感じです。だから最初に言ったみたいに非常にこう何かを始めるようなエネルギーもあれば手放していくエネルギーもあればバランスを取ったりすごく喜んでいくっていうエネルギーもあればだけどなんか急に心配事を持っときたいみたいな気持ちになったりっていうことで非常に豊かなバラエティ豊かな時期だなって思います。でオラクルが言われているのはとにかくこの時期はコツコツとやるべきことをやっていきましょうっていうふうに言われています。早く行くとかもっともっと認められたいとかっていうよりもコツコツとやるべきことをやっていきましょうっていうふうに出てますよ。それが一番最強だって感じで言われてますね今。
でそれによってちゃんとタイミングは来ますからって感じです。そしてちゃんとこれでよかったんだっていうなんかもう本当にガッツポーズっていうかもう飛んで喜んでるみたいなカードも出てるので、ちゃんと後で自分なりにわあよかったっていうのを感じられるよっていうふうに出てます。どうでしょう。何かしら分かったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見てみますね。仕事、サクセスということでカップの10ですね。そしてまた出ましたね、ペンタクルの7、そしてジャッジメントということで、何かやはり、ここまでちょっとなんか体調不良が続いていたのか、なんかこう自分が思うような足取りじゃなかったっていう感じがするんですよね。だからこそこのペンタクルの7っていうのがこう2枚も出てくるんだと思うんですけど、ペンタクルの7っていうのは決して現状がそんな悲惨なわけじゃないだけど、もっとできたのにとか、もっとこうできたはずなのにみたいな、なんか遅れを取り戻したい的な感じがあるんですよね。だけど仕事で見た時に、いや十分幸せですよと、十分うまくいってますよと、それからさらにここから何かご自身が整うことによって何かもう一度復活しますよねっていうふうに言われてるんですね。何が復活するんでしょうか。前やってたことがもう一回復活するのか、自分の感覚の中でやりたかったことっていうものをもう一回そこに息吹を吹きかけるのか分かりませんが、でも何かが生まれようとしてますよね。だから遅れを取り戻すという感覚を少し置いといてくださいね。はい。でちょっと人間関係も見てみますね。人間関係はソードの7、そしてペンタクスの2、カップのクイーンということで、本当は相手に対してちょっと文句言いたいなとか、ちょっと腹が立つなみたいなことがあったとしても、うまくその場を切り抜けてるというか対応してるなって感じがあります。で自分なりにもちろん人はね完璧ではないし、自分だって至らないところもあるしっていうところで、非常に本当にうまく対応してるなって感じがありますね。いい面もあるし嫌な面もあるしみたいな形でねやってますね。そして非常にそういう人ってね一定の状態じゃないですもんね。どれだけいい人って言われてたってイライラする時もあれば、落ち込んでる時もあるかもしれないし、やけに浮かれてるなみたいな時もあるかもしれないように、いろんな側面っていうものが見れて、それをただあるがままに受け入れてるんだなって感じがします。そして水亀座の皆さん自身も非常に感情豊かです。この時期もういろんなことを経験できる、本当にバラエティ豊かな時期だなと思うんですけど、他者に対して人間関係に関してももうちょっと頑張ってみようって思ったり、もういいやと思ったり、でもやっぱりこうやって一緒に何かできたら楽しいなって思ったり、自分が優しい気持ちになったりみたいな感じでいろんな感情を味わえそうですね。いいですね。関わっていってください。そのいろんな感情を味わうために、その人とうまくいく、愛されるっていうことだけを求めずに、いろんな感情を味わうために関わっていくっていうのがいいと思います。そして恋愛は本当にすいません、取る言いながら取れなくて、3月29日までには必ず取りますので少々お待ちください。ちょっと最後にもう一枚ね、水亀座の皆さん何に気をつけたらいいのか見てみましょう。何に気をつけたらいいのこの時期、水亀座さん。はい、シャドウというカードが出てますね。もしかしたら無意識的になんか自分の嫌な面ばっかり見ていたっていうこともあるかもしれませんよね。物事の本来はただ単に自分のあるがままの姿を見てるだけ、そうなんだっていうところをもっとこうすべきだったのとか、もっとこうできたのにみたいな、よりいいものと比べて今の自分っていうのは悪いもののように感じてるのかもしれませんね。どうしたらいいんでしょうか。ちゃんと自分を信頼してくださいっていうカードが出ています。大丈夫なんですと信頼してくださいと言われていますよ。そしてこの時期ね、手に入るものを見てみましょう。はい、アバンダンスということで、与えられるもの、宇宙にオーダーしてくださいって感じで言われてますね。ちゃんとオーダーしたものが入ってくるよって。そして最後はこれかな、グレイス、神聖さ
自分っていうものがちゃんと大いなる自分とつながって自分の世界っていうものをちゃんと作っていけますよっていうふうに言われてると思いました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何か良かったよって方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。